はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。3月はかなり星がいろいろ動きますので、星の動きに関して説明を別動画で撮っていますので、ぜひそちらも参考にしていただいて、この動画をまた見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード10の逆、ソード6、ペンタクルスの10逆、カップキング逆、エンペラー逆、そしてデビル、そしてカップ7の逆ですね。気をつけることや対策がワンドの6とペンタクルスの3、そしてオラクルはカップの2です。3月前半比較的楽しいコミュニケーションが取れる時だなって感じはしますね。星で見るとなんていうのかな、3月の前半はね、まだ自分の気持ちを整えましょうとか、家の中を整えたり、物理的には自分の部屋を整えたり居場所を整えたりなんですが、心を整えたりもあるんですけども、おそらく今の自分の立ち位置をしっかりと把握するっていう流れになってるんじゃないかと思います。例えばお仕事の中でも今の自分の役割はこれだとか、今自分がやるべき第一優先はこれだっていうふうに何かを整理してきちんと収める、自分の今立っている場所を自分でちゃんと安定した場所にするためにいろんな優先順位を整え、自分で把握してそのことに携わっていきますという、非常にどっしりとした形です。ですから外に対して何かっていうよりも内側でしっかりと整えようっていうようなエネルギーが一番強いですね。そして前段のところでも言ったんですけど、3月の2日から金星という、惑星が逆行するんですよね。水星は3月15日からですけれども、この3月14日からある月食っていうのが結構ね、仕事とか、これからの仕事にどんな風につながるかなとか、これからの自分の世界観に今やってることがどんな風につながるかということを結構気にするかもしれませんね。それはなぜかというと、やっぱり自分の土台を立ち位置をしっかりと把握しようねっていうタイミングの時なので、より一層自分は今整えてどこに向かうのかっていうことを確認したくなるとは思うんですよね。楽しい時ではあるんです。すごくクリエイティブに楽しめる時ではあるんですけど、でも手放しに喜べないって感じがすごく出ています。それは逆行するからっていうのもあるんですけど、ちょっとカードを見ていくと、なんだかおそらくその次の段階に行こうという意識になる方が多いと思うんですね。でその時にやはりその次の段階に行くっていうのはやっぱりちょっと怖いこと、自分のなんていうかな、安定した状況から飛び出していくっていうのはちょっと怖いことじゃないですか。でも今の安定したところにいたとしても悪くないけど、そんなに成長もないかもしれないしなっていうところで、何かを意を決してやっていこうっていう時に、すごく本当は怖いけど自分の中で挑戦しようとしてるんだなっていう感じがあります。でも実はそれは家族の応援だったりとか、友達や仲間の応援っていうのもすごくあるかと思いますよ。そして宇宙の流れもそうやって新しいフィールドに入っていけるようにちょっと背中を押されてるなって感じがあります。なのでとても温かく、周りの人は温かくそれを応援してるっていう感じがありますよ。だけれどもご自身ではものすごくその自分に対してのハードルを高く掲げたりとか、ここでやっぱエンペラーの逆が出てるっていうのは、ものすごい自分が自分の世界を治める人であるみたいな、そうでなければならないんだ、新しい世界に行くにはその世界を治められる人じゃないといけないんだぐらいの感覚で、新入社員ですとか未経験ですって言いながら教わりながら入っていくっていうよりも、もっとしっかりしてなきゃいけないっていう思いがあるのかなと思います。要するに自分に対する自己評価というか期待が強いというか、いいことではあるんですが、もっとこうでなければならないみたいな思いにとらわれすぎないようにしてくださいね。っていうのはなぜかというと、ここでやっぱデビルが出ていて、もっとこうじゃなくちゃいけないんだっていうそのプレッシャーが強すぎると人ってしんどくなっちゃいしてしまいますよね。ある程度のストレスやプレッシャーっていうのは自分がバネにしていくいい力として使えるんですけれども、今見てるこの流れでいくと
ものすごく自分でハードルを高く設定してうわ無理だって思ったりダメだっていうふうに思いやすいので、そんなに自分を責めないで、こう今見えてるあらゆる可能性の中から一つでも自分がそこに向かって努力できたらいいじゃないですかみたいな感じで言われてますよ。でなぜならば周りの人もだし状況もすごく応援されてるんですよね今。おそらくこれは、3月はそうやっていろいろ動く時ですけれども、3月後半の方がねまだじゃあやってみようみたいな感じで飛び出していく力は強いんですが、前半っていうのはいろいろ自分はまだ動けない状況なんだけど気持ちだけが焦るとか、気持ちだけがなんかもっと早く準備しないとっていうふうに思いがちですけども、でもカードから言われているのはここでペンタクスの3とね、ワンドの6っていうカードが出てて、とても順調に進んでますと。自分ではまだまだ自分の知識が足りないんだとか思ってるかもしれないけど、順調にちゃんと学んでますよって言われてますし、それを周りの人も見てますし応援してるよっていう感じで言われています。そして何よりもこの3月前半に言われているのがカップの2ということで、今の伊手田さんの考えや行動をすごく理解してくれてる人がいる、応援してくれてる人がいるんですね。でこれ友達でも家族でも上司でも恋人でも自分の考えをシェアしてみるとすごくそれを分かってくれる、応援してくれるということで、その他者からの応援のエネルギーが自分を守ってくれるよっていうような感じがします。ですので決して寂しくないでしょうし、ご自身ではあれもしなくちゃこれもしなくちゃと思うかもしれないですけど、非常に守られたエネルギーの中にいるなというふうに思います。ですので全体的に言うと3月ってすごくちょっと混沌としやすいエネルギーの時なんですが、自分一人で考えてるとなんかそうやっていろいろ考え込んでしまいそうですけど、誰かにちゃんと話をするとか他者を通して自分を知るっていうことをしているとちゃんとねいろいろな可能性の中から自分でもこれはできてるっていうちゃんと認められることとかっていうのが見えてきますよっていうふうに言われてると思いました。いいですいいです。ちょっとこれを踏まえた上での、お仕事を見てみようかな。仕事今年はね全体的に、特に今年の前半までっていうのはすごくこのパートナー運だったりお仕事の契約だったり人間関係っていうのはいい時ですから、ぜひいろんな人と関わってほしいなと思いますよ。仕事もまた出ましたね。これ確か前回も出た気がするんですけど、不確かさっていうようなカードですね。仕事に関してはまだはっきり決まってない何かがあり、その決まってないからこそ不安になったり、ちょっと保証を求めたくなったり安定を求めたくなったりってすると思うんですけど、カードからこれだけ揃えて鳳凰と、ソードのクイーンと、ソードの7なんですけども、これだけ保証じゃないんだよっていうことをすごくアピールされているので、保証じゃなくて自分の可能性に欠けるんだよっていうことを言われてるなって思いました。要するに今の時点でも過去のところでやっぱりペンタクスの10が出ていて、十分今のところだったりちょっと前のところでも満足いく状況ではあるけど、それを超えようとした自分っていうものを信じて言ってほしいなと思います。今まだ3月の前半はお仕事に関してははっきりしないかもしれないけれども、決して焦らないでくださいと。まだねその不確かさの中でこそ見えてくる可能性があるんですからっていう感じで言われているので、仕事って言われた時にもしかしたらなんか上司がはっきりしてくれないとか、あの人のなんか意向がわからないということもあるかもしれないし、仕事の方向性もこの会社今どっちに向かってるんだろうとか、このプロジェクトはどうなんだろうとかわからないとか、もしくはね転職する先がまだ決まってないとかっていろいろあるかもしれませんが、それでも言われてることっていうのはそれでもやはり自分の中の健全な意識で自分の可能性を見た時にちゃんと道っていうのはそこからできてくるから、自分の意思だけちゃんと持っててくださいっていうふうに言われてます。はい。で人間関係見てみましょうか。人間関係すごく良さそうですけどね。考えてますよね、いろいろね。人間関係はワンドのクイーンとペンタクルスの2とまた鳳凰出ましたね。人間関係って言われた時ちょっと今感じているのは、誰かとの関係っていうものも特にはっきりさせなくてもいいですよっていう感じで言われています。この人とは絶対になんかこういう関係なんだっていうような強い
ラベルを貼れるような関係性というよりは、自分が必要な時はつながったらいいし、必要じゃない時はもしかしたら関わらないかもしれないしということで、関係性というのは行ったり来たりするものだし、その関係性に何かの保証を求めたくなるかもしれませんが、今仕事で不確かだからこそ関係性ねって思うかもしれませんが、それも不確かでいいんですっていうふうに言われてる感じがして、関係性で特に揉めてるとかそういうのも全然ないんですけど、まだ伊手座さん自身がねどっちの方向に進んでいくかっていうものがこの3月っていう前半っていうのはちょっとまだはっきりしてないんですよね。今は温めておく、自分の信念を温めておくっていう感じがあるので、普通の人間関係は全然問題ないわけですから、応援してくれる人もいるし、なので自分が落ち込んでるとかちょっと迷ってる時は話聞いてもらうのも全然聞いてくれそうだし、相手から求められたらこっちに余裕があれば聞いてあげてもいいしということで、こうしなければという一定のルールみたいなものに縛られなくていいですよっていうのがメッセージだと思いました。そして誰かとの関係をすごく良くしていくというよりは、全体的にやっぱりお仕事とか自分の生きていく道筋っていうものをしっかりと整えたいっていうものがあり、その道筋に沿って人間関係というのはできてくるので、今人間関係を中心に考えられないっていう感じがします。非常に参考になることはたくさんあるみたいですけどね、お友達やいろんな人と話をして。でもそれも仕事と同じような感じで、今外側から何を聞こうとも自分の中のその健全な意識で自分の信念というものを持っていくっていうのが一番大事だなと思いました。はい、何かしら参考になりますでしょうか。最後にもう一枚引いてみたいと思います。ちょっと恋愛に関してはね別で撮りたいんですよね。金星逆行しているので少しお待ちください。伊手座さんの3月前半キーカード、これはいコンシャスステップというカードが出ました。どうですかこれ。皆さんも感じることあれば皆さんの直感でメッセージを受け取っていただきたいんですけれども、まさにね自分が楽しみにしていたことへの一歩を踏み出してくださいとか、ずっと考えてきたことに対して行動を起こしてくださいねっていう、意識的な一歩をね踏み出してねっていうカードが出てるので、例えば怖いけど面接受けてみるとか、怖いけど何か言ってみるとかっていう自分が考えていること挑戦しようとしていることに対しての一歩を踏み出してみてほしいなと思いました。きっといいことになると思います。ということでここまでにしておきます。ありがとうございました。ぜひまたいい時間をお過ごしください。ありがとうございます。